にちは。 IMS の行政書士下山です。さて、本日の動画は本当だった、日本は簡単に永住資格を取れる、中国出身の香港住民があっさり取得したその方法という夕刊フジの記事を見ていきましょう。中国出身で香港在住だった来珍ちゃんさん、加盟47歳一家が日本に移住を決めたのは、日本に住む中国人の知人から日本なら簡単に永住資格が取れると聞かされたことがきっかけだったそうです。香港の中国化に抵抗するデモを中国共産党が力でねじ伏せた2019年以降、忍び寄る独裁の足音から逃れようと海外へ移住する動きは一気に加速したそうです。おっしゃる通りで、報道を見ていても恐怖を感じました。香港市民の行き先としては、同じ中華圏の台湾や旧宗主国であるイギリス、またはカナダ、オーストラリアなどが人気でしたが、夫婦ともに中国本土出身者といういわゆるスワンフェイである来さん一家にはハードルが高かったそうです。そして日本に移住して1年余り、来さんは実際に永住資格を取得することになりました。知人に紹介してもらった移住コンサルタントの指示に従っただけです。まず私が香港に所有する飲食系の企業に日本食材を納品するための法人を日本で設立し、その代表に就任することで3年の経営管理ビザを取得することができ、入国してすぐに永住資格を申請したところ、問題なく1年後には取得できましたと語られています。しかし日本の永住資格取得は本当にそこまで簡単なのでしょうか。弊社にも数多くのお問い合わせをいただきますが、永住資格取得は原則10年の在留歴が前提となってきましたが、2017年に永住許可に関するガイドラインが改定されたことで、要件を満たせば1年での取得も可能になりました。その要件とは、学歴や職歴、日本での年収などの項目からなる高度専門職奨励に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有しているというものです。一方で、自身が立ち上げた会社が受け入れ先ということになれば、給与の設定など自由にできるため、高度専門職奨励に規定するポイント計算書類上の要件は満たしやすくなるかもしれません。一種の裏技が使えることになります。来氏によると、日本法人からの自らへの年収は2500万円に設定しており、これだけで高度専門職奨励に規定するポイント計算では40点の加算となります。ただ、それに見合った勤務実態があるのかと聞いたところ、来氏は勤務はしていないが、毎日ゴルフか山登りをしながら新規ビジネスの構想を考えているそうです。ちなみにその日本法人では誰一人社員を雇用しておらず、業務もほぼ行っていないとのことで、いわばペーパーカンパニーになります。ただし所得税や住民税などで1250万円近い納税は行っており、税収面で考えれば日本に貢献していることは間違いありません。さらに1年での永住資格は高い教養と知識、技能を有し、日本経済への高い貢献性が期待できる優秀な人材を受け入れるために設けられた特例であり、ごく限られた外国人しか対象となりません。ただ、1年という在留期間で外国人の素行のすべてを判断することは無理があり、一生の在留を認めてもいいのかという疑問があることも確かだと思います。高度人材を受け入れるために開いた政策は、招かれざる客も入ってくるリスクを考えておかなければならず、どのような制度にも弊害がついて回る事実は避けられません。本日の動画は以上となりますが、ご視聴者様の中で短期間で日本の永住許可取得をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。今後もこのような情報を発信してまいりますので、もしよろしければチャンネルの登録といいねボタンをお願いいたします。
本日も最後まで動画をご視聴くださいましてありがとうございました。